小豚さん、今日はどんなお話を？今日はな、米国の副大統領 J.D. バンスの奥さん、ウーシャ・バンスについて解説するぜ。凄まじい経歴の持ち主でな、ただものじゃないんだぜ。結論から言うと、ウーシャさんは並外れた能力と影響力を持つ女性なんだぜ。彼女の経歴と人となりを知ることで、バンス副大統領の政治活動にも新たな視点が加わるぜ。どんな風にすごいんですか？これから詳しく説明するぜ。ウーシャさんはインド系移民の家庭で生まれ育ちながらトップレベルの学業成績を収めたんだぜ。トップレベル具体的に？全米トップクラスのイェール大学法科大学院を卒業し、奨学金を得てケンブリッジ大学でも学んだんだぜ。これは並外れた学力と努力の証だぜ。さらに卒業後は最高裁判事の下で働いた経歴もあるんだぜ。これはイェールでの成績が最優等レベルだったからこそつかめたポジションなんだぜ。わあ、すごすぎます。それだけじゃないんですか？そう、それだけじゃないぜ。彼女は単なるキャリアウーマンじゃないんだ。プラトンからロック、デカルトといった世界の哲学者や思想家の著作を読み解く教養も持ち合わせているんだぜ。古典哲学から世界の知識を吸収し、深く考える経験を積んできているんだ。すごい、本当にすごいですね。実例として最高裁判事のロークラークを務めた経験が挙げられるぜ。ロークラークは裁判官の補佐として判例調査や判決文の草稿作成など非常に高度な法的知識と能力が求められる仕事なんだぜ。そんなすごい仕事をしていたなんて。大統領のトランプ前大統領が勢いで発言することがあっても、バンス副大統領は政策の理論的裏付けをしっかり説明できるんだぜ。例えば不法移民問題や関税問題について理論的に説明できる。これは共和党にとって手強いことなんだぜ。なるほど、民主党が嫌がりそうですね。夫のバンスも貧困家庭から這い上がり、兵役を経て奨学金で大学院まで行ったという人なんだ。自身の生い立ちを書きベストセラーになったヒルベリー LG 繁栄から取り残された人たちにはアメリカの影の部分が描写されている。夫のバンス副大統領もすごい人なんですね。ああ、彼自身貧しい出身ながら社会の問題点から目を背けることなく自身の境遇に立ち向かい、そこから副大統領になったすごい人だ。そしてバンス副大統領自身が言っているんだが、妻のウーシャさんと政治問題も含めよく話をし、彼女の考えに影響を受けているとね。すごい。ある意味ウーシャさんの考えが政策決定に影響を与えているってことなのね。だからな、ウーシャ・バンスは単なる副大統領夫人ではないんだぜ。彼女自身の経歴、学歴、教養、そして夫への影響力を考えると、彼女はアメリカ政治において無視できない存在と言えるぜ。本当にびっくりしました。夫のバンス副大統領も妻のウーシャ・バンスさんも本当にすごい方なんですね。アメリカ政治から目を離せませんね。